リンゴパンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、リンゴパンケーキを作っていきたいと思います。ホットケーキミックスを使って作るのですごく簡単なんですが、今回のパンケーキはですね、リンゴをたっぷり入れたとてもジューシーな仕上がりにしていきます。作り方もね、混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、ホットケーキミックス、ヨーグルト、卵、お砂糖、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずリンゴなんですが、こちら1個約 270g になります。こちらは目安にしてみてください。だいたい250から 300g ぐらいのリンゴを使っていただくといいかなと思います。こちら今ね、皮付きの状態のグラム数になります。そしてヨーグルトですね。こちらは無糖のプレーンヨーグルトを使用してください。このヨーグルトに関しましては水切りしなくて OK です。そして卵ですね。こちらは M サイズの卵を使用します。お砂糖に関しましてはこちらはお好みの通りを使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずね、リンゴを切っていきます。半分に切って、そしてまた半分に切ります。ちなみにね、今回のリンゴは赤リンゴというものを使ってます。リンゴの種類に関しましてはお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そしたらですね、種と芯を取り除きます。そして皮を剥いてください。はい、このように種と芯を取り除いて皮を剥いてください。そしたらですね、こちらを細かめの角切りにしていきます。切りやすい方法で切っていただいて OK です。だいたい 5mm 角ぐらいのね、角切りにしてください。こうやってね、ちょっと切るのが面倒な場合はおろし器を使っておろしていただいても OK です。おろし器はですね、すりおろしタイプではなくて、人参しりしりを使う時に使う時のおろし器を使ってください。このように縦に切ったら、あとはくるっと回転させて細かい角切りにしていきます。リンゴはこれで OK です。このように細かめの角切りにしてください。では生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐしてください。続いてここにお砂糖です。砂糖を加えたら手早く混ぜましょう。そのまま放置してしまうとお砂糖が卵の水分を吸ってしまって砂糖の粒々が残ってしまう時があります。なので砂糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。そうしましたら続いてここにヨーグルトを加えます。こちらね、先ほども言いましたが水切りしてない状態です。ただですね、置いているうちに少し水分が出てきた時はその出た水分だけは取り除いてください。そしてよく混ぜます。続いてここにホットケーキミックスをふるって加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。このようによく混ぜてください。生地の硬さはこのぐらいですね。タラタラタラとつながって流れ落ちるぐらいの生地の硬さになります。もしもう少し生地が硬くなってしまった場合は少しね、ヨーグルトを加えて生地の硬さを調整してみてください。こちらはですね、卵の大きさによってね、ちょっと生地の硬さが変わる場合がありますので様子を見ながら調整しましょう。そしたらですね、ここにリンゴを加えます。はい、このようにたっぷり入れてください。加えたらですね、よく混ぜましょう。はい、これでパンケーキ生地の完成です。このようにしっかり混ぜてください。では今からね、こちらを焼いていきます。それではね、焼いていきます。まずフライパンに油を敷きましょう。これをね、薄めに伸ばします。はい、このぐらい薄くて OK です。そしたら火にかけます。火加減中火です。一度フライパンを30秒ほど温めてください。はい、で30秒ほど温めたら一旦火を止めます。そしてここに生地を入れていきます。大きさはね、お好みの大きさにしていただいて OK です。はい、で加えたら火にかけましょう。火加減弱火にします。そして一度ね、軽く形を整えてください。
はい、このように丸く形を整えたら蓋をします。火加減はこのまま弱火で焼き色がつくまでまず焼いてください。このぐらいの弱火でじっくり焼いていきましょう。はい、今ね弱火で3分ほど焼きました。そしたら一度蓋を開けます。今ねこんな感じで表面がふつふつした状態になってます。このぐらいになったら一度蓋を開けてください。そして焼き色をチェックします。でね、まだちょっと焼き色が薄いのでこのままねいい感じに焼き色がつくまでまず焼いてください。蓋は開けた状態で OK です。焼き色をつけたい時はね火加減中火ぐらいにして大丈夫です。これでいい感じに焼き色がついたら裏返します。よいしょ。そして片面も同じように焼いていきます。火加減は弱火から弱めの中火ぐらいで焼いてみてください。裏返したらねもう蓋をせずに焼いていただいて OK です。はい、で片面もね同じようにいい感じに焼き色がついたら火を止めます。このようにね美味しそうに焼き上がりました。そしたら取り出します。それではね残りも同じように焼いていきます。はい、全部焼き上がりました。こんな感じでね美味しそうに焼き上がってます。はい、これでリンゴパンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねリンゴたっぷりで美味しそうに仕上がってます。こちら最後ね分量外ですが仕上げに粉糖をかけてます。こちらはお好みでかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。リンゴがねたっぷり入っててすごく美味しいです。そしてこの角切りにしたリンゴの食感がすごくアクセントになってます。美味しい。リンゴの酸味とあとはヨーグルトの酸味も効いててすごくねさっぱりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のリンゴパンケーキのポイントです。まずリンゴの品種に関しましてはこちらはお好みのものを使ってください。今回私は赤リンゴを使用してます。重さに関しましては今回皮付きの状態で約 270g のリンゴを使用してます。こちらはだいたい250から 300g ぐらいの間のリンゴを使っていただくといいかなと思います。こちらは目安にしてみてください。そしてリンゴに関しましては今回 5mm 角ぐらいの角切りにしてます。角切りにするのがちょっと大変な場合はおろし器を使っていただいても OK です。その場合は手を怪我しないように注意していただきたいのと、あとはねおろし器を使う場合はすりおろしタイプではなくて人参しりしりやあとはチーズを削るようなおろし器を使ってください。そして今回パンケーキの生地の中にヨーグルトを加えてます。ヨーグルトを加えると酸味が出るのとあとはねふわっとした柔らかい食感に仕上がります。今回使用しているのはプレーンヨーグルトです。こちらは水切りせずに使っていただいて大丈夫です。ただ入れる前に少しねホエーが出てる場合はこちらを取り除いて入れるようにしてください。そして焼くときはですねまずフライパンを30秒ほど温めて一旦火を止めて生地を流し入れてください。今回はですねだいたい10センチぐらいのパンケーキが9枚焼けてます。この枚数は目安にしてみてください。大きさもねお好みの大きさにしていただいて大丈夫です。あとは生地を入れたら少し形を整えて蓋をして弱火でじっくり焼いてください。そうすることで中までねきちんと火を通すことができます。火加減強火でやってしまうと表面だけが焦げてしまって中が生焼けになってしまいますので必ず弱火でじっくり焼くようにしてください。そしてね表面がふつふつしてきていい感じに焼き色がついたら裏返します。表面がふつふつしてきてまだ焼き色が足りないなという時は少しね火加減を強めて焼いてみてください。そしていい感じに焼き色がついたら裏返して片面も弱火で焼き色がつくまで焼いてください。そして今回ね上に粉糖をかけて仕上げてます。こちらの粉糖はお好みでかけて召し上がってください。甘さはねちょうどいい甘さになってますのでこのまま美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はリンゴパンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。